人間は14日間飯を食わなくても生きていけるらしい。14日を超えると話は変わる。今回挑戦するのは1ヶ月。俺は正直舐めていた。生きるって。おはようございます。6日目になりました。さて、サバイバル6日目となりましたが、ここまでになんとか火、水、住居、この3つを手にすることができましたが、あまりにも食料がないこの山の中、マサルは開始からまだ152キロカロリーしか摂取できていない。さて、今日はどれだけ痩せたのか見ていきましょう。これが1日目。つい6日前なのにめちゃくちゃ太ってますね。さて、6日目見ていきましょうか。6日でこんなに太って痩せるの？ちょっと自分で自分に引いてます。クソ寒くて飯がなくてもう寝床も最悪だというこの極悪非道な環境についに慣れてきました。前回にね10日間サバイバルやった時も、5日目で慣れたんで、人間5日6日で慣れるっていうことが証明されましたね。朝6時なんでろれつが回ってませんが、ちょっとね最初くくり罠作るって言ってたんですけど、くくり罠作るの寒いんで洞窟から掘っていきましょう。思いのほか早く目が覚めたんでね、あそこやっちゃえば結構前に進みますよ。今日はね一段とね雨が降りそうなんだよね。早く作りたいっていうところはある。いつ雨が降ってもおかしくないね。ちょっと今日海にも行って塩を作りたかったんだけどさ、山に囲まれてる場所だから一切風が来ないんだけど、外はねどうなってるかわかんないよね。荒れてる可能性あり。とにかく雨が降る前に人間が入れるサイズにしていきましょう。冒頭でですね、慣れたとは言っていましたけども、単にこの環境を不愉快に思わなくなってきたというだけでですね、しっかり足はヘロヘロ、決して体力も戻っているわけではありません。よく YouTuber が心霊スポットに行ってるじゃないですか。俺がやってるのは心霊スポットに行って心霊スポットで寝てるみたいな感じなんですね。心霊スポットを例に出しましたけども、街灯一つない場所で、しかも地面で寝るのってもうなんか怖いってより不愉快だったんですよね。それが不愉快じゃなくなっただけです。でもちろん皆さんのコメントねめっちゃ読ませてもらってるんですけども、動画が短すぎると、めちゃめちゃコメントいただいておりまして、確かに今の YouTube 動画ってとにかく間を詰めて短くしすぎてるよなぁと確かにね思ったんですよ。それにこの動画ってサバイバルをみんなが見に来てるのに、サバイバルのシーンをめちゃめちゃカットして短くしてるのって矛盾ではあるよなとは思って、はい、なのでこっから2分半ぐらいですね、ただただ掘ってる動画を流します。疲れすぎてるんで、もちろんマサルは一言も喋らず掘っていきます。皆さんコメントでね、これぐらいがいいとか、いやさすがに長すぎとか、いやもっと長くていいんだけどとか、いろいろねコメントください。それではナレーションの僕は消えます。
これ入れるんじゃない？ギリギリ入れるな。よし、なんとか雨宿りできる場所確保じゃ。あとはもうちょっと広くしないとね、座り寝しないといけないんで、また応用広くしていきましょう。で、今日ね、多少体力が回復してるんで、こちら海まで海水を汲みに行きます。塩を作りましょう。やっと緊張ルを超えれば海まで2キロぐらいかな。頑張るぜー。よーし、だいぶ海に近づいてきました。あとはね、降りる場所を探すだけよ。やっと海だ。いやー、なんとか海にたどり着けてよかった。玉ほうれん草とかありそうだけどね、なんもないね。うわ、これザル使えそうだな。これ魚取るのに最適でしょ。持って帰ろうか。いやー、ザ港町って感じだね。ああ、浜大根がある。これね、野生化した大根ですよ。塩漬けして漬物とかするとね、すごく美味しいんですけども、今優先順位低いな。大根持って帰らないのって多分皆さん思ったと思います。そもそも大根が野生化したものとはいえかなりちっちゃいんですよ。しかも根っこは異常に辛い上に木と間違えるぐらい硬くて食べれたものではありません。なんか真冬だけね、ギリ食えないこともないんですけど、そして葉っぱもね、食べれはするんですけどカロリーがね、低いんですよね。雑談なんですけど、大根は菜の花と近い種類で花がめっちゃ綺麗なんですよ。河原の近くによく生えてますから、ぜひ見てみてください。カサガイとかありゃな、めっちゃええんやけどな。やや干潮といったところですね。カサガイないねー。うっそ、カサガイがあれば。よし、念願の海水です。よいしょ。海水ゲットじゃ。よいしょ。よいしょ。やっと着いた。なんでこんなにしんどいのに海水を持ってきたかと言いますと、結論、塩分がないと人間は動けなくなるからです。今の時代何も考えずに普通に飯を食ってると塩分過多になって減塩しましょうみたいな感じにね、言われるんですけども、塩がないとですね、人間生きられないんですよ。大体ね、その断食とかでも塩を抜くのは3から5日っていうのをね、推奨されてます。で、今日6日目です。塩が何してんのかっていう話なんですけど、塩ってね、塩化ナトリウムっていう物質で、このナトリウムの方がね、すごい大事で、筋肉を動かすのにもナトリウムは使われるし、こんな感じで神経を伝達する時もナトリウムが使えるんです。勘がいい人はカルシウムも必要じゃねと思うかもしれない。だが大丈夫。俺たちには骨というカルシウムの貯蔵庫があります。なのでナトリウムほどは緊急を強いられません。5日間ナトリウム抜いたぐらいじゃ、全然ね、人間は死んだりとかしないんですけども、とにかく筋肉と神経に異常が出るっていうことはたくさんのね、良くないことが起きるんですけど、ひどい時はですね、痙攣や意識障害になったりするんで、30日間サバイバルするには命の安全を考えると絶対に塩が必要になってくるんですよ。意識障害や痙攣を起こしても助けてくれる人はいませんからね。そのまま死んでしまう可能性も大いにありえます。そしてそれは人間に限らず鹿やイノシシも同じです。山では川に生えてる草に微量の塩が含まれており、毎日夜になると山から降りてきてその水草を食べるのです。漁師の人からするとそうやって動く場所が決まってるんで、そこに仕掛けを作れば簡単に取れるよって言ってくるんですけど、全く取れなかったですね。はい、サバイバル中のマサルに戻ります。6日目になったんで、さすがに取りに行こうということで今回ね、取ってきました。でね、海水を汲みに行ったらなんとザルを見つけました。このザルがあれば夜の川でハヤが取れます。ということでタンパク源が取れるんですよ。楽しみやな。そしてザクロもなんと発見してしまいました。ほら、ザクロの赤い実が見えるでしょ。最悪や。ザクロが入った場所分かんなくなった。もう頭回ってなすぎる。とりあえず糖分がなくなって今しんどすぎるんで、ザクロ食べに行きましょう。いや、海水汲むのきつい。皆さん、これがザクロの木です。今日の夕食ですね。すっくな。ザクロの木。
ザクロ初めて食うからな。どんな味なんやろな。はい、今日初の晩飯じゃい。お、ピントがあった。ザクロって何なんだろう。中に種がいっぱい入ってる。リンゴみたい。めっちゃリンゴみたい。味はリンゴや。うまっ。種は食えんな。うわなんで種があんのよ。種なかったらリンゴじゃん。これね、動画見てる人は本当に6日間もあんな栗3つとムカゴ2つとこれしか食べてないのさすがにありえんでしょって思ってる人もたくさんいると思うんで、初日と6日目の俺の上裸の画像貼っとくわ。なんか俺もびっくりするぐらい痩せてた。ザクロってこんなうまいんだ。これさ、お料理屋さんとかで出てきたらさ、どうなるんだろうね。もう種吐き出しづらいじゃん。はい、1個食べきりました。もうね、胃が縮んでなんかお腹いっぱいになってる。糖が脳に回ってきたぞ。よし。さて、こっから塩を作っていきますが、火が怒涛の燃え上がりを見せてますね。では早速塩を作っていきましょう。安定しろお前ら。さすがに倒れる可能性大なんで、ここで見ときます。こんな感じで灰がねめっちゃ入るんで、まあもうちょっと入ってますけどね、なるべく蓋閉めときます。沸騰するまでは。ただいま開始20分ぐらい経過しました。一切沸騰していません。ちょっとこのペースで塩になるの待ってると、完全に俺の感覚なんですけど6時間かかるな。あとバケツもう一杯あるし、12時間かかるな。塩作るのって大変なんだね。すっごいどうでもいい話なんだけど、取っ手って燃えないんだね。こんなに長時間火に当てられてるのに一切溶けない。強え。何でできてんだろう。てかそろそろ沸騰してよ。もう30分は経つよ。こんな大火力でさ煮込んでまだ沸騰しないの。でもだいぶ湯気が出るようになってきましたよ皆さん。今回はこの火が消えたら一旦終了です。明日の朝やりましょう。で、一応ね、ここに来る前にくくり罠の仕掛けを何回か練習してきたんですけども、俺が買ったくくり罠はそれと全然違くて全然仕掛けられなかったんですけど、今日ねやっとね完全に仕組みを理解しました。なんでね、明日こそくくり罠仕掛けます。まあ塩も手に入ったしね、鹿肉とイノシシ肉が取れれば焼肉じゃー。てか断食の人ですら3から5日しか塩抜かないのに、俺6日抜いてんだよね。よう元気にやってるわ。いやまあしんどいけどね。だってさっきちょっとこぼれそうになってさ、燃えてた取っ手をね仕方なく触ったので、俺指をしっかりねやけどしたんだけど、もうねこの環境がハードすぎて指やけどしたけど、だから何って感じ。何にも気にならない。前だったらうわやけどした、冷やさなきゃとか思ってるけどね。ちょっと火が弱くなってきたんで火を強くします。俺の呼吸を使ってね。ちなみになんですけど、マサルはこれをよくカトン豪華球の術って言いながら吹いてます。よし、めちゃめちゃ火強くなったね。まあなんだかんだ呼気でね、火がついてるところに空気を当てるのが一番早い説ある。で、この時煙吸い込まないように気をつけないと、これ吸い込んだらやばいからね。やばい、ついに沸騰したんだけど湯気で見えない。いい感じや。このまま塩になってくれ。はい、だいぶね煮詰まってきました。半分ぐらい煮詰まってきたんですけど、バケツねもう一杯あるんで、まあ今日中に仕上げるのは結構難しそうですね。まあ塩食べるのは明日にしましょう。いやー、サバイバル6日目にしてね、ようやくだいぶね整ってきましたね。一番だるかったから後回しにしてたんですけど、塩、そして罠の使い方、そしてもう寝転べそうな洞窟ね、3つできてますから。あとはね、問題なのは、我々の3大栄養素っていうのがありまして、タンパク質、脂質、糖質、この3つがね主なエネルギー源となってるんですけども、今のところこの糖質しかないですね。栗も糖質、ムカゴも糖質、これやばいです。栄養源としてちょっと足りないんで、なんとしても鹿もしくはイノシシを取りたいですね。で、糖分はねちょっともうなさそうなんで、干し柿をねどんどんね作っていきましょう。ということでね、今日もね暗い中寝ます、一人でね。ちなみにね、もう本当にね、もう慣れてきましたけど、寝てるとさ、なんかもう耳元まで来てんじゃないかっていうぐらいのっそ歩く生物、この足音はクマなんじゃないのかみたいな、そんな足音があったりとか、あとずっと鹿がうるさいピュンみたいな感じのね鳴き声ずっとしてる。威嚇なのかな。ピュンピュン。いや、これよりねでかい声で鳴いてるから、やつら
であとイノシシの足音もうるさい。最初は恐ろしかったですが、まあこれ電波ないんで数日おきにね、私の死体がないか確認しに来る役目の人がいるんですけど、その人がですね、近くの山でクマが出たと言っておりました。怖いです。まあ火を焚いとけばね、クマは寄ってこないらしいんで、火を絶やさずにね、寝ます。はい。今日はね、ザクロ食ったからね、元気ですね。糖分取ればかなり元気になるっていうことが分かったんで、早くね、柿作ろう、柿。干し柿作りましょう。ということで、今日も寒い中寝るんだけど、もうなんかこの寒いのも慣れてきた。人間何でも慣れます。はい、8日目。ちょっとね、寒さがえげつなくなってきましたね。今までにない顔面蒼白7日目、一体どうなってしまうのか。南の海の恵みマグロをジャーキーに凝縮させた、噛めば噛むほど旨味が溢れ出る最高の一品がここをクリックするだけで購入できます。さあみんな、冷蔵庫にビールの準備はできたか。おつまみはマグロジャーキーで決まり。